Please use English subtitles. 有中文字幕。どうもこんにちは、ジェニュエウォッチです。皆さんはメタルバンドからナトベルトや革ベルトへ交換したことはありますか？雰囲気がガラッと変わるし、安くできるので、時計を買うよりも簡単に楽しめていいですよね。今回は最高にかっこいいバンドのレビューをします。早速見ていきましょう。今回紹介するのはこの青と黒のバンド。黒にはジンの U1、青にはジンの155を合わせてみました。この革のパターン、あなたは見たことがありますか？クロコダイルとは違うこの独特な雰囲気。なんとこれ、サメの皮を使用しています。20年ぐらい前からジンの時計フリークなあなたならこの形状に見覚えがあるのではないでしょうか。この縁のぷっくり感、懐かしく感じますか？それとも新しいと感じますか？この形状のバンドは今あなたの国では見ることはできないかもしれません。なぜなら作るのが非常に難しいのです。日本の特別なクラフトマンの存在する小さなバンドメーカーでこのシャークバンドを作ってもらいました。このバンドを制作してもらうためにたくさんのバンドメーカーから断られました。どこの会社もこんな形状は不可能だというのでした。ジンの EZM2、EZM3 というモデルがあるんですが、2003年頃まではこの形のシャークバンドが装備されて発売されていました。今では残念ながらメタルバンドのものしか見なくなりました。ちなみに一本一本ハンドメイドです。じゃないとこの形状は作れないのです。ビジョはこの155には現在マットなものをつけていますが、ヘアラインのものもあります。ミラーポリッシュもあります。実はこんなバックルもあります。このタイプのバックルを使えば革バンドが傷みにくいのでおすすめです。ちなみに青色のバンドのスティッチはツヤのあるグレーカラー、白ではないのです。この青色はジンの時計の103や206にマッチする色ですね。ちなみにバンドのこのリング、このように縫われているので簡単にちぎれることはありません。今後も違うカラーのものを作っていく予定です。お楽しみに。最後に前回紹介していたバンドももう一回紹介します。黒のこのラバーコーティングがされているバンド、ジンの EZM1 を持っている方にぜひつけていただきたいバンドです。初期型の雰囲気を再現していただけたらなと思います。このラバーコーティングは高級車のラバーシートと同じものが使われています。ちなみに
シャークのバンドもラバーコーティングのバンドも両方裏面はラバーコーティングです。ただし水には弱いのでお気をつけくださいませ。いかがでしたか？気になった方は備考欄に商品の詳しい説明を記載していますので閲覧してみてください。一応今のサイテスを確認しましたが、条例違反になる種類のサメではないので、国内・国外ともに発送可能です。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。